こんにちは、ゆかです。今日はルーティーンについて話してみたいと思います。というのがね、先日、ものすごいルーティーンを持っている人に会ったんですよ。その方はタイで会社を経営されている方で、毎日毎日運動だとか食事のルーティーンっていうのもあって、仕事に対する意識もものすごく高い。で、すごく責任感の強い人で、自分の関わっている人だとか、仕事だとかもそうだし、自分の生活面だとかね、ありとあらゆるところをガチガチに固めて、今の自分の存在を保っているみたいな人なんですよね、どうも。で、私はね、すごいな、私はできないなって正直思ったんです。それでね、その方が家庭人としても、仕事でもね、個人としても成功されている理由っていうのは、おそらくそういったルーティンを持っていること、それとそのルーティンをやりきるだけの精神力、体力っていうのをね、兼ね揃えているからなんだろうっていうふうに思いました。で、はたやね、自分はどうだろうってつくづく思い直したんですね。私はゆるいルーティンっていうのは持っている。例えば、毎日起きて、運動して、シャワー浴びてとかね、サプリメントを飲むっていうのもそうだし、でも、その方ほどガチガチのものじゃない。で、そのね、すごく私の目から見てね、成功されている方は、正直時々時々というか正直心が疲れてしまっている時もあるらしいんですよね。かなり疲弊していて今は少し、あの、スピードを落とすこと、あとその自分が守ってきたルーティンっていうのをね、緩めることもやっぱり考えて、そのように取り組み始めているということだったんです。で、私ね、その人と話しててね、私がアドバイスしたことっていうのは、その方はすごく責任感が強い。で、もっと言うならね、その方は自分が何を成し遂げられるのかっていうのを分かってる。自分に才能があることが分かってる。自分が頑張ってやりきれることを分かってる。数字として結果を出せることが分かってる。だから、ルーティンにガチガチに組み込んじゃうんだろうなって。でも、自分の責任感だとかね、自分の目標達成っていうところから少し離れて、何をしていたら自分が幸せなんだろう。あるいはやってみたことないけれども、こんなこと楽しそうだなって。そういうことを考えて、それを1週間に一度でもやるっていう、そういうルーティンっていうのもあるんじゃないですかっていう話をしたんですよね。で、その方はね、そうだねと、いいねというふうに言ってくださって、1週間に一度、すごく仕事ばっかりの人だったけれども、立場上ね、お忙しいっていうこともあるんだと思いますけれども、1週間に1回はね、奥様とデートを兼ねて、カフェに行ってっていうのをね、やってみようかなというようなことを話されていましたけれどね。みんな、ルーティンってすごくいろいろあると思うんですよね。あると思うっていうふうにね、言い方してるのはね、ルーティンだっていうふうに意識しているものと意識していないけれどもルーティンになっているっていうものがみんなあるからね。
何にも決まってないよって人も、朝起きてベッドから出た時、トイレ行って歯磨いて顔洗ってシャワー浴びてとかね。なんか人によって必ずやることってありますよね。あと夜寝る前、食事の後にソファーで本読むだとか、人によってはね、スマホをいじるとかね。そのお決まりの生活パターンってあると思うんですよね。そのね、お決まりの生活パターンって、実はルーティーンってね、私たちの貴重な24時間のうち何時間かを占めてる。で、少し前のビデオでも言ったけれども、私たちのね、24時間生きてる時間の間で、その無意識のルーティーンこそが大きな時間、大きなね、思考のスペースっていうのを占めてると思うんですよね。だから、まずね、自分がどういう人生を生きたいのかっていうふうに考えたときに、必要なのは、その人生を生きるためには、どういうことをルーティンとして意識したら、もっと自分は幸せなんだろう。幸せな自分として結果を出せるんだろうっていうね、そこのところをね、考えてみるのはどうかなって思ったんです。ルーティンっていうとね、ダイエットの目標があって、体脂肪率をここまで下げる、あるいはここまで体重を減らすだとかね、そういう目標に向けてのストイックなルーティンだったり、あるいは仕事面、こういった数字をいついつまで出すんだ。それには1日何件電話をかけて、何本メールを打って、何人と人と会って、いくつ見積もりを出してとかね、そういうのをルーティンとして決めてる人もいるけれど、でもね、無意識のルーティンこそが私たちの24時間の大きな部分を占めているのであったら、自分が生きていたい世界線、そこを見据えて、じゃあ私はこういう風な自分でいたいから、1日1時間ゆっくりとお茶をね、入れながら本を読む時間を作ろうだとか、1週間に一度行ったことのない道を通って30分の散歩をしてみようとかね、その無意識のルーティーンっていうのをちょっと考えてみませんか？私たち人間って無意識に大きく支配されていると思うんです。すごくね、賢いと思ってる人間って。でも所詮人間も動物なんですよね。やっぱり無意識に反応しているところがある。でも反応してばっかりだったら、外から来るありとあらゆる影響にただ流されて生きてしまうことにもなりかねない。だから反応するのでなく、自分から外の世界に働きかけていく。そういう、そういう考え方、そういうマインドでのルーティンっていうのをね、ちょっと考えてみてほしい。ちょっと取り入れてほしいと思います。で、その中にはね、自分はこういう人間なんだ。自分はこういう人生を生きるんだとかね、そういうことを考える時間も出てくると思う。そうすれば、人によってはね、今のルーティーンの何割かを捨てなくてはいけないこともあると思う。でもね、自分がもう卒業していいな、自分の生きたい世界線にこのルーティンはいらないなっていうものはどんどん入れ替えていいと思う。そしてどんどんルーティンにするしない以前に試してみていいと思う。もっともっと柔軟に動物である私たちはその時々の自分が考えうる、感じうるものを使って
どういうふうに生きたら幸せなのか、どういうふうにその無意識をね、24時間の中に組み込んでいったら自分の人生が、世界観が変わるのか、人とのつながりが変わるのか、家族との付き合い方が変わるのかっていうのをね、やっぱ意識してほしいなって思いました。では今日はルーティンについて話してみました。私たちは24時間意識しているよりも意識していないルーティンの方が多いから、その意識していないルーティンをいかに意識して自分が心地よく幸せに生きていけるかっていうのをね、考えられたらいいんじゃないかなって思います。では今日も聞いてくれてありがとうございました。またね。